ロシアのウクライナ侵攻に対し、西側諸国は戦車、装甲車、自走砲、対空ミサイルなど、多岐にわたる陸軍兵器を供与してきました。これらの支援は、ウクライナ軍がロシアに抗うために必要不可欠なものとなっていますが、戦闘が長期化する中、供与された兵器の損耗が許容できないレベルに増加しており、最近ではロシアの攻勢、ウクライナの劣勢が報じられることも多くなっています。トランプ政権の発足により、アメリカからの継続支援が不透明な状況で、危機感を募らせているウクライナですが、今回は、これまでウクライナに供与された西側の主な陸軍兵器の種類と、その供与数、そして損害状況について、最新の情報をもとにデータをまとめて解説します。こちらがウクライナに供与された主な西側戦車の数と損耗数です。供与された総数については最新のデータが公表されていない場合があるため、一部は推測値を含みます。損耗数についてはオランダのオリックスのデータを元にグルーピングし、再集計したものです。はい、ということでまず M1 エイブラムスですが、当初アメリカは、エイブラムスの近代化されたタイプである M1A2 を供与する計画でした。しかし、現在米国に配備されている M1A2 には、軍事機密でもある劣化ウラン装甲が使用されており、ありものをそのまま渡すわけにもいかず、劣化ウランからタングステン装甲に変更した、輸出タイプの M1A2 を新造する必要がありました。しかしそれには多くの時間とコストを要することから M1A2 の供与を中断し、より初期のタイプのエイブラムスである M1A1 を供与することとしました。回収されていない初期の M1A1 であれば、劣化ウランを使用していないことと、すでに退役して保管されているものが多数あるので、供与までの期間を短縮できる利点があります。よって、現時点でアメリカから31両のエイブラムスが供与済みとされており、これに加えて、オーストラリアが保有する中から41両を引き渡す予定で、最終的には80両ものエイブラムスが供与されることになります。エイブラムスは、2025年2月12日時点で19両の損耗が確認されているため、オーストラリアの分が引き渡されるまでは、10両程度しか稼働できない状況と思われます。続いてレオパルト2ですが、欧州各国やカナダを中心として、70両ほどが供与されていると思われます。レオパルト2はウクライナの主力の戦車戦力であり、重要な局面で多く運用されているため、損耗数も38両と、かなりの被害を出していますが、ドイツをはじめとした国が今後も継続的にレオパルト2を供給する予定で、最終的な供与数は最大100両程度になると思われ、現時点ではその7割ほどが供与済みと予想されます。また、旧式のレオパルト1についても、ドイツ、カナダ、デンマークなどを中心に、倉庫に眠っていたものを整備して順次供与しており、現時点でおそらく100両程度がウクライナに渡り、そのうち12両の被害を出しています。供与された数の割には損害が少ないイメージですが、ウクライナの軍部的には、旧式のレオパルト1を危険な前線に送ることに消極的、とも伝えられています。また、ウクライナではレオパルト1を戦場に投入するために魔改造を施しており、砲塔周囲を追加装甲で隙間なく加工などの改修を行っているので、その改修が追いつかずに、供与された全数を運用できていない可能性もあるかと思います。続いてイギリスのチャレンジャー2ですが、14両を供与され、2両の損害です。供与されてしばらくの間は、チャレンジャー2の被害報告がなく、その要因はイギリスから使用条件を限定されており、前線で使いにくいため、とも言われていました。チャレンジャー2には、第2世代チョバム装甲というものが使用されており、これらの装甲は、当然ながら重要な軍事機密であるため、ロシアに露獲される事態は避けたい、という意向があった可能性があります。よって、チャレンジャー2は危険な前線では使用せず、輸送やメンテナンスについても、
特別な条件下で行うように求められている、という事情が影響しているかもしれません。まあチャレンジャー2の供与数が14両と少なく、組織的な反攻作戦に組み込むのが難しい、ということもあるとは思います。ちなみに、チャレンジャー2の2両の被害のうち、1両目の被害が確認されたのが2023年9月で、それ以降はしばらく被害報告がありませんでしたが、割と最近の2024年11月に2両目の被害が確認されているので、全く使っていない、というわけでもなさそうですね。続いて、固定武装を有した装甲戦闘車です。この手の車両として最も多く供与され、そして最も多くの損害を出しているのが M2 ブラッドレイです。このブラッドレイはアメリカから300両もの供与を受けましたが、レオパルト2と共に機械化師団の主力として、前線に積極的に投入されていることから、今年に入ってもなお被害が報告され続けており、供与数の半分の140両が損耗しています。まあ被害が多いということは、それだけ使える兵器、という証でもありますね。続いてドイツのマルダーですが、こちらはドイツ軍の在庫とメーカーからの買い上げにより、最終的に140両を引き渡すことになっています。また、デンマークも20両の供与を表明しているので、最終的には160両規模となりそうです。現時点でドイツ軍の140両すべてが配備されているかは不明ですが、少なくても100両はウクライナに渡っているので、そのうちの36両を損耗している状況です。マルダーが供与されてしばらくは被害報告がありませんでしたが、2024年に入ってから、本格的に被害を出しているようなので、現在では主力の戦闘装甲車として普通に投入されているものと思われます。他にもスウェーデンのストリッツフォードン90やフランスの AMX-10 なども被害を出していますが、特筆すべきはポーランドが供与した KTO ロソマクの被害の少なさです。KTO ロソマクは、フィンランドのパトリア AMV の歩兵戦闘タイプを、ポーランド国内でライセンス生産したモデルで、それを200両供与予定です。ウクライナ向けのロソマクについても国内で新規生産して引き渡すことになっており、2023年7月から段階的に供給されていますが、現時点で200両すべてが納入されたかどうかは不明です。ただし、すでにポーランド軍が保有するロソマクが900両ほどもあるので、最初はその在庫が放出された可能性もあり、新規生産分と合わせてすでに100両はウクライナに届いているはずですが、その割に損害が少ないです。とりわけ2024年に入ってから現在までの損害報告が異常に少ないため、何かしら運用に問題があった可能性もありそうです。ロソマクの運用が本格化しないうちは、ブラッドレイやマルダーに頑張ってもらうしかないですが、少なくてもブラッドレイについては、アメリカから追加供与がないと今後自利品になりそう。続いて装甲兵員輸送車ですが、一番の損害を出しているのが、戦場のタクシー、でおなじみの M113 です。M113 はアメリカからの900両をはじめ、欧州各国、豪州などからも数多く提供されたため、計1500両もの数がウクライナに渡っています。M113 は、2023年末までに約150両の被害を出していましたが、そこから1年ちょっと経過し、279両まで損耗数が増えているので、コンスタントに使われ続けていると思われます。次にストライカーですが、アメリカから最大400両を供与予定で、現時点では200両ほどが、ウクライナの空中機動軍で運用されているとのことです。このストライカーですが、100両ほど供与された段階では被害報告がゼロだったため、本当に運用されているのかどうかマジで謎だったのですが、2023年末からちらほらと損害を出し始め、現在では35両の損害となっています。
他にもイギリスの FV103 スパルタンや、フィンランドのパシシリーズである XA185 や、フランスからまとまった数が供与されている VAB 装甲車などが、それなりの被害を出しています。まあこれらの中で主力といえば、早期式で荒れ地走行も可能な M113 や、双輪式ながらも機動力と輸送能力のバランスのいい、ストライカーや VAB が重宝するでしょう。続いて多連装ロケットシステムですが、アメリカから供与されたハイマースは、ドイツからの支援も加えて最大で40両ほどになる見込みですが、2024年に5両の損害を出して以降、現時点で2025年に入ってからの被害報告はありません。ハイマースの倍の総弾数を持つ M270 マルスは、アメリカやノルウェーを中心に、30両弱が供与されていますが、オリックスの情報では1両の損害も確認されていません。ただし、あくまでオリックスは視覚的に確認できるもののみを損害としてカウントしているので、他のテレグラム上などでは、1両の M270 マルスが破壊された可能性がある、とされています。まあどちらにしても M270 の損害は少ないわけで、ウクライナとしても貴重な兵器であり、強力な火力を短時間に投射できて、なおかつ着弾精度も高いこの手の西側兵器の運用は、十分に慎重に行われているのでしょう。あと、チェコから20両が供与された RM70 は5両の被害を出しており、2023年から2024年にかけて被害報告が出ています。ただ、ウクライナとしては、この程度の供与数では到底多連装ロケットシステムの供給が足らず、未だに主力をなすのは旧ソ連製の BM21 グラッドで、自国の他に旧ソ連圏の国々から供与されています。この BM21 グラッドの全体的な保有数はわかりませんが、現時点で53両を損耗しているので、相当数が配備されているのは間違いないでしょう。ただし、西側から供与されたハイマースや M270 だけでなく、前から運用している BM21 グラッドでさえ、2025年に入ってからの被害が報告されていません。これは一体どういうことでしょう？ロケット弾の在庫が少ないので温存しているのか、それとも戦争の局面が変わったことで、戦術の変化によるものなのか？謎すぎる。さて、続いて自走榴弾砲や牽引砲、地対空ミサイルなどのパートに行きたいのですが、ちょっと長くなってきたので残りは次回とさせてください。よろしければ、チャンネル登録、いいね、押していただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。